今回は私のデスク周りを紹介します。新しく昇降デスクにしたんですが、それでクリエイターとしての理想の環境が整いました。どんな環境で仕事をしていたのか、新旧含め紹介いたします。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今日はクリエイターのデスク周りを紹介ということで、私の作業環境を紹介していきたいと思います。どんな環境で仕事をしてるのかなっていうの気になる人も多いんじゃないかと思うんですけれども、それの参考になったら嬉しいなという形で紹介していきたいと思います。ここで授業の準備もしますし、動画もここで作成してますし、制作なんかもここでやっています。で、個人的にはもう今の環境大満足、自分には贅沢すぎるんじゃないかなっていうぐらい大満足なんですけれども、なんと今回はコフォさんが新しいデスクを提供してくれるということなので、そちらありがたく入れ替えさせていただこうかと思っております。で、今使っているのがこのモニターアーム、このモニターアームもそうですし、この椅子も全部コフォさんなんですけれども、机がね Amazon で買った1万円台のデスクなんですね。普通によく見かけるデスクだと思います。で、この合板のデスクなんですけれども、ちょっとね指紋がついたりとか、ホコリが目立ったりとか、あとここの幅が狭かったりとか、結構使ってみたら意外と不満が多かったので、コフォさん助かります。ありがとうございます。ということで、まずはざっとデスクの周りを紹介してですね、私の新しいデスクがどんな風になるのか見ていただこうかなというふうに思います。はい、ではこちらが私の作業環境です。モニター2枚と撮影用のマイクとかがあったりしますね。液晶タブレットもあって、実質トリプルモニターみたいな状態になっています。で、メインが 4K ディスプレイです。で、モニターライトなんかがついてて、ここね、よく見るとライトがついてるんですよ。ここにあるものがよく見えやすいみたいなライトになっています。これが液タブですね。これがもう実質トリプルモニターみたいな状態になっていて、サブのモニターみたいな感じになってますかね。で、こっちが 4K ではないですけれども、メインで作業をして左で資料を表示したりって感じですかね。あとは左手デバイスです。もうだいぶ使い込んで応変してるところとかもあったりするんですけれども、本気で使ってますということですね。あとはヤマハの AG03、マイクとかの音を劇的に良くしてくれるんで、もし何か YouTube とか始めてみたいという人はおすすめですかね。マイクが AT2020 っていうのを使っています。あとはスイッチもここにあります。スティックのゴムとかね、切れまくっててかなり年代物ではあるんですが、別の部屋にスイッチ2なんかがあって、こっちはこっちでスプラトゥーン専用ということでやっています。で、その下にあるのが PC ですね。私の心臓部です。ミドルスペックだいたい20万ぐらいだったかな。で、配線周りは後ろの方に隠してはいるんですけれども、隠しきれない部分もございますという感じですね。モニターアームがこちらです。デュアルモニターアームで、こちらもコボさんのものを使っています。これがいろんな高さに合わせたり、いろんな位置に配置できたりして、すごい重宝しています。この使い方は想定外だったと思いますけどね。あとは椅子もコフォチェアプレミアム2を使っています。全然疲れなくて超いいです。これはこれでまた別の動画出しているんで、興味のある人はそちらもご覧ください。で、基本的には大満足なんですけれども、このテーブルの奥行きが狭くて、キーボードの
前に手を置こうとするとこれしか隙間がないみたいな、もうボルダリングに指かけるみたいな気持ちでキーボードを打ってるっていう状態ですね。その辺がね改善されるのが楽しみでたまらない。はい、それでは荷物が到着しました。発行口。おダークブラウン天然木アッシュ材 49.5 キロということで、じゃあこれ2階に上げて組み立てていきたいと思います。ちなみに2階に上げるのが真の地獄でした。2、3時間格闘してこの角度上げらんねえだろうと絶望を味わったんですが、家族に協力してもらってどうにか上げることができました。はい、どうにか上がりました。むっちゃ疲れた。天板がやばすぎる。もう心が折れそう。もうね、便利屋さん頼もうかと思うほど重かった。一人じゃ無理ですよ。では組み立てていきたいと思います。デスクシェルフを開けてみたいと思います。オープン。うわ、すげえ重たい。なんだこれ。すげえ重たい。うわー、すごっ。中身がこんな感じ。ダークブラウン天然木、かっこいい。そしてすごい重い。で、一緒に入っているのが足らしいんだけど、マグネットすご。マグネットすご。次が引き出し。これが引き出し。めちゃめちゃこの引き出しも重い。この引き出しも重い。これだけで6キロだって。マグネット、ケーブルトレイ。ケーブルを入れておくものってことなんですね。で、これがなんだ次は。これが足ね。これもね、むっちゃひょいと持ち上がらないぐらい重い。すごいこれ。で、これが PC マウント。ここにパソコンを乗っけて吊るしてしまえるみたいですね。激闘すぎてメキョメキョになってしまったこいつはデバイススタンドとかガジェットスタンドとかちっちゃいもの、マグネットフック、ガジェットクランプミニ、キャスター、これがガジェットスタンド、スマホとかスイッチとか置くのかな。これがデバイススタンド、これがスマホだね。これがマグネットトレイ、要するにちっちゃい引き出し。天板を先にやらないと足も組み立たないんだ。トラウマ級に重かった。こいつ行ってみるか。第一形態こんな感じになってます。これは開封は大きいやつからやった方がよかったね。このコードをむっちゃ重たいこの足のここに刺すんだね。で、こんな感じね。矢印と矢印の方向を合わせて足を装着させると。こんな感じでネジがはまりました。で、真ん中らへんにあったこのタイマーをこんな感じで設置すると。で、あとキャスターはこの時点で取り付けてくださいということなので、はい、 OK。 で、これが今回特徴の一つのレールですね。このレールがあることで重たいものも吊り下げて使うことができるってことなんですけれども、重たいのがこの引き出しですね。このネジをでひっくり返った引き出しがこのレールに収まってボルトで固定するみたいな。
で引き出し自体がスライドできると。では続きは完成品までジャンプ。ということで、コフォデスクスタジオの完成形がこちらです。こんなに高級感のあるデスクになりました。どうでしょう、ちょっととんでもないぐらいにレベルアップして、もう今までの部屋じゃないみたいな、そんな感覚になっています。では出来たてほやほやのデスク周りを見ていきたいと思います。スマホスタンドはスマホではなくモニターライトのリモコンを設置してみました。私的にはリモコンの蓋が取れやすかったので、こっちの方が便利に感じています。デスクトレイはデスクシェルフにつきました。このアイディア帳が引き出しに入らなくて、今のところここに収まっています。で、引き出しの中がこんな感じです。ちょっと中身はまだ整理されていないので仮の状態ではあるんですけれども、こんな感じで入ってます。で、このマグネットフックはデスクの左側でヘッドホンをかけるために使っています。ガジェットクランプミニはデスクの右側でルーターを支えています。このガジェットスタンドはここで液タブを支えています。で、その下に今まで使っていたスタンドが収納されていて、広げて使えば液タブモードになると。これもね、いい感じに収まってて気に入ってます。配線を収納するケーブルトレイ。収納前の配線がこんな感じで Amazon のジャングルのようになっているんですけれども、それをきれいに収納するのがこのケーブルトレイです。デスクを上に上げると配線が動いたり裏側が見えたりしやすいのでおすすめです。 PC マウント、パソコンをぶら下げて収納できます。パソコンとデスクが一緒に動いてくれるのでコードの長さとか気にしにくくていいですね。上に持ち上げると配線なんかもすごく簡単でした。ただ机に潜り込んで作業するだけって感じなので姿勢が楽なんですよね。はみ出てしまった配線はマグネットクリップで個別で押さえることも可能です。なので机を上げてもすっきり見えるっていうところがいいですね。昇降を操作すると謎にペットが表示されてちょっと面白いです。メモリーを登録しておくと自分の好みの高さに一発で調節することができます。あとはポモドーロタイマーという機能がついていて、例えば25分座って集中して仕事をしたら5分経ちましょうみたいな設定を自分で決めることができます。その方が集中力を保てるらしいので今度試してみたいと思います。ちなみに夜になるとこんな感じです。一気に仕事部屋感がなくなるんですよね。このダークブラウンの天然木がまったりしたいなっていう気持ちにさせてくれるんですよね。天然木の質感もいい感じです。で、使ってみた感想なんですけれども、このレールのスライドが本当にいい感じなんです。こういうぶら下げたパソコンの位置も自由に動かせるので、コードの位置が足りないっていう時でもこんな風に動かして調整することができるんですよね。ここに置きたかったんだよなっていうのを実現させてくれます。あと昇降デスクで立つことよりも便利だなと感じたのが、作業ごとに高さを変えられるっていうことです。普通はキーボードの入力の高さに合わせてると思うんですけれども、作業によっては高さを変えた方が圧倒的にやりやすくなります。ペンタブって少し低い方がやりやすいんです。あとこれは私の個人的な意見なんですけれども、普段立って講義をしているので、立って声を出す方が仕事モードにスイッチが入りやすい。座っているよりもやはり立っている方が喋りやすいなっていう、立って仕事をするのもいいんだなっていう風に感じました。ということで私の PC のデスク周りの紹介でした。新しい環境になったわけなんですが、
本当に理想の空間になりました。コフォデスクスタジオは2026年8月25日午後8時から先行予約が開始されています。詳細は概要欄にリンクを載せておきますのでチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上となります。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。